でそういうなんかもう一番自分の自転車好きのこじらせた部分をぶつけられる自転車かなって、一番もううるせえなみたいな、いいんだよどっちだってついてなくたっていいじゃんとか、そんななんでそんな面倒くさいことしてんだよみたいな、そのへりくつ的な自分の部分を、だいぶへりくつよこのチャリは、をきちんとかっこよくしてくれる、だから自分のその自転車承認欲求を一番満たしてくれる自転車はい、こんにちは。よい公園店のトミーです。上馬店のウエンツです。今日はですね、上馬店にお邪魔してまして、で今日この2人でやるのも以前クロスチェック会を見てもらったかお察しかと思うんですけど、はい、見てない方は見てほしいんですけど、下に出せますかね。そう、下に出せますかねがその収録中に突如上ちゃんがちょうどクロスチェックを自分でまさに偶然なんですけど、そうクロスチェックの動画撮るってなった時に普通にちょっとクロスチェック欲しいなって思ってて、マジで嘘みたいな本当の話で動画を収録中にできた企画で、僕も今バラしちゃってるんですけど、じゃあもうちょっと組もうぜってなって、上ちゃんのやつが先に組み上がって、ちょっと数ヶ月 1ヶ月ぐらい乗ってるもん。もう1ヶ月ぐらい乗ってるじゃないですか。でなんかもう面白そうなこといろいろやってるんで、そのチャリンコの説明といろいろ聞いちゃおうかなっていう回お願いしますです。お願いしますっていうので、お願いします。いい色だね、とりあえず。そうですね、ちょっとなんか変なかっこ悪い色がいいなと思って、なんかアメリカ人っぽいサーリーとか、あとなんか昔のハンドメイドとか結構はっきりした色が多くて、赤、オレンジとか水色みたいな、そういう色がいいなと思って、今野さんには昔の自転車の写真を送って、ちょっとこの自転車みたいな感じでもう細かい緑の印象とかをお任せしますって言って塗ってもらったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってますね、色。最近の上ちゃんのイメージだとロー、バキバキのグラベルのローに乗ってるイメージなんだけど、聞こえ方があれかもしれないけど、なんで今更これに戻ってるねえ。でこのなんかまたドロップハンドルじゃん。なんでこうなった？ローもう本当いわゆるグラベルバイクを乗り始めて、もちろんすごい調子いいなと思ったんですけど、なんかやんわりずっと感じてたことがあって、クロスチェックって結構組ませてもらうじゃないですか。試乗お渡しの前に試乗、きちんとチェックするときに、クロスチェックいい調子いいな自転車ってこれでいいんじゃねえかみたいな、非常に分かるなんかこの自転車って結構本当にいい自転車だなってずっとやんわり思ってて、でそのローのグラベルバイク組んだのはやっぱ街乗りっていうよりかは、ちょっと休みの日に自転車乗りに行く時に乗る自転車っていうのが強くて、やっぱドロップハンドルで乗る自転車楽しいなと思って、でそれ以外にも持ってるリベンデルとかはドロップでは組んでないから、なんかドロップハンドルで毎日乗れる自転車あったら快適かなと思って、本当はブラックマウンテンがいいなと思った、正直。確かにね、モンスタークロスがかっこいいなと思ったんですけど、ちょっと俺には大きかったのと、あとうちの金髪がもう乗ってて先越されたなと思って、じゃあ何かなって考えた時に、クロスチェックがあるじゃないかいですよね。もう言っちゃえば企画ほぼっていうか全部同じじゃあ同じ、エンド幅だけ違うのかな。そっか、エンド幅、そうでも本当そういう細かいとこだけなんで、違いはなんかほぼほぼ同じ自転車やん、リムブレーキでとかだったら、新しくじゃあこの自転車を組むためにあれを買ってこれを買ってみたいな、一式何かを買わなくても組めちゃうし、なんかそういう自転車いいなってなって、もうこれねブログでも言わせてもらったんですけど、一周回ってクロスチェック乗ってたらかっこいいなと思って。確かにわかる。あとやっぱその前回のその収録で三味線と上ちゃんと3人でやった時に言ってたけど、余っちゃってたパーツとか前使ってたパーツとか、なんかこう今のチャリの規格にちょっと例えばそのスルアクセルのバイクに合わないとかっていうパーツを飲み込んでくれるじゃん。だからその無駄になりかけてたものをやっぱ吸い込んでくれるから、上ちゃんみたいにすごい自転車好きで、僕もそうだし、お客さんもスタッフもそうだけど、そういうなんかこうパーツを
吸い取ってくれるそうですねからクロートにももちろんいいし、今日ちょうどお客さんにクロシェック納車したんだけどもうシングルでもうカゴとかスタンドも何もつけずにもうただフラットバーでもうパリッと感知ブレーキでちょっと太めのタイヤで軽快通勤バイクみたいなのもできるし初めての人も乗れるし、ね、本当にずるいなんか分かる本当に。それこそこれ今ギア付きで組んでて、ドロップハンドルで例えばレバーとクランクとディレイラー多分全部違うグレードのやつ、確かにね出たりとか年式も違う、その買ったタイミングも違うし、なんかそういうなんだろうな、こことここ揃ってないとかないし、まあ、動きゃいいというか、きちんと動いて形になってればある程度様になっちゃうこの、確かにガチャガチャでもかっこよくなるし、バリッと組んでももちろんかっこいいし、であとちょっとクロスチェックの話と脱線するけど、こういうウルフトゥースのパーツとかやっぱこういうのをこうあえて使いたくなるっていうか、そうあえて不便なことしたくなるみたいななんかね、ひとひねりして組むサーリーみたいなのが、ね、本国の人たちが乗ってるチャリとかまあわけわかんないことしてあったり、こう動くんかみたいな組み方してるのとかもあるし、なんかそういうちょっとなんて言ったらいいんですかね、王道じゃない組み方をなぜかかっこよくしてくれちゃうっていう不思議な魅力がある自転車だなと改めて。結構そう僕たちの、ウェブサイトにあるバイクカタログを見てもらうと綺麗に組んでる自転車たちがすごい多いし、やっぱまあもちろん新車でバリッと組んであるのももちろんなんですけど、やっぱこういう風に汚れてても超かっこいいし、なんて言ったらいいんだろうね、ごちゃっとしててもごちゃっといいみたいな、なんかなんで表現が難しい。例えば僕のローとかはこの組み方は絶対にかっこ悪いとか、そうだね、なんかやっぱある程度セオリー、リベンデルとかもそうですけど、ある程度セオリーだったりとかマナーがあるのに沿った組み方をした方がもちろんかっこいい自転車もあるし、でサーリーの、まあ、クロスチェックのすごいとこはマナー通り組まないからかっこいいわけじゃなくて、まあ、ある程度パリッと組んでもきちんと様になるし、結構ごちゃごちゃにしちゃっても美味しく食べられるっていうカレー混ぜて全部食っちゃっても美味しいし。確かに白米前も言ってたけど白米何かけてもうまい、そういう自転車だなと本当に思いました。ライドに適した自転車は持ってるから本当街乗りって思ってたんですけど、なんか谷さんにライド行こうって言われて組んだばっかだったから、じゃあせっかくだからクロスチェックで行こうって言って、でそういうことも一応ちょっとしたかったから、タイヤもちょっとこういうブロックのタイヤ、土の上も走れるタイヤにしてあげて、でチューブレスにしたんですけど、まあやっぱりライドにも行きたいからでやっぱり街乗り用で組んだけど、例えば単純に太いタイヤが入れられるし、ライドでも本当に快適かなって思うんで、本当になんだろうな、ただの街乗りバイクで終わらない、それこそいや普段街の移動しか使わないからって思ってた人が結構いらっしゃるじゃないですか。後々ちょっと休みの日に自転車で出かけたくなってきました、したらじゃあちょっとタイヤ変えましょうと、シングルで組んでた人もじゃあちょっと遠く行くんだったらじゃあギアつけましょうかとか、そういう後から出てきた欲望を結構そのまま叶えてくれる、ちょっと土の上走ってみたいってなったらこういうゴツゴツしたタイヤ入れてみましょうとも言えるし、組んで買った後からのカスタムの幅がすごい広いっていうのもそうね、クロスチェックのいいところだなと思いますね。よくカゴつけたり外したりしてたし、本当にこれもラックも1回外してし、今日またつけたし、なんか本当ラックつけたり外したりとか、まあ泥よけとかスタンドとか、そのオプションパーツをいっぱいクロスチェックはつけられるっていうのも魅力の一つ。あと本当にこれ俺がすごい好きなタイヤなんだけど、やっぱ 700C のチャリっていいなと思ってて、700C 結構大体最近のバイクってやっぱ 650B とか太いタイヤが入るバイクだと 650B が多いじゃん。でもクロスチェックってやっぱでかいタイヤ入るけどちゃんと 700C で、やっぱ 700C ってやっぱ進むから、やっぱ通勤でもちろん調子いいし、まあ、ライド行ってもタイヤさえ太くしても不安ないし、それもあります。ロー 650B で組んでるから、
700のあのスピード感はもちょっと乗りたいと思っちゃったっていうのが、そんで 700C でここまでなんか今となってはだけどリムブレーキでこんないろいろできる 700C のバイクってもはやもうない確かにね多分。そうですね。リムブレーキで 700C でっていうのは本当パッと思い浮かぶのだともうクロスチェックかモンスタークロスか、マジでくらいかもしれない。これでいい、これでいいけどこれよりももっとやっぱいい自転車っていっぱいあるし難しい本当に。だからその一周回ってって言いたいんですよ、そうですね。本当に一周回ってだね本当に。どっちの方が性能がいいとかその速いとか言われたら絶対にクロスチェックよりローの方が速いし、高性能なんですけどこれで事足りちゃうこともあるんだよっていう。やっぱフロントダブルが好きなんで前にもギアつけて、後ろも10枚ちょっとギア多めについてたりとか、保険の意味も含めて、あとはそのさっきトミさんちょっと言ってましたけどウルフトゥースのその短パンっていうのを使ってシマノの STI っていうこのレバーでマウンテンバイクのディレイラーを動かすっていうのが、なんか分かりますこれ。分かる。本当に言いたいことは分かるよ。グラベルバイクっていうカテゴリーが確立される前のエイペックススラムの1バイシリーズとか GRX が出る前にアメリカ人がよくやってたやつ、そのハンドメイド過渡期のねわかる。俺もなんかトラックバイクばっかりだったけどやっぱそのハンドメイドバイクにすげえ憧れあったし、やっぱなんかそういうのをこう見てたけどわかるわすごく。なんかそれに憧れてというか、あの時のバイクってやっぱ中途半端ですげえかっこいいなって思うんですよね。わかる。CX バイクを無理やりなんかグラベルバイクみたいな、今でいうグラベルバイクみたいな形で乗ってる人たちがすごいいっぱいいて、そうだからたまに俺言うんだけど、その当時の10年までは昔じゃないと思うけど 7,8 年ぐらい前のCX レーサーのオフシーズンのチャリが超かっこいいなと思ってて、フラットバーになって、でもなんか速そうなホイール入ってて、中にはシングルにしてる人がいて、そういうのを結構叶えられるのがなんか身近な存在でいうとやっぱクロスチェックで、だから俺も初めてギア付き乗ろうと思った時はやっぱクロスチェック選んだし、そういうのもなんか色にも関係してるんですよね。あの頃のハンドメイドバイク感を出したかったっていうのもちょっとあるんですよね。ただちょっとそれにこだわりすぎてクランクのチョイスはマジでミスってるんですけどそのギア的にこれなんか見た目ちょっと怪しそうだもん。そうこれちょっとインナーとアウター説明がすごい難しいんですけど、これ非常にね、今使ってるクランクが昔のロードバイクのクランクで、これ一回ちょっと話脱線すると、この 130PCD の5アームのクランクをシングルの SS の CX とかに使ってる外人めちゃ多くないですか？ああいる。それもかっけえなと思うんですよ。なんかわかる。かたくなになんかこの130の5アームを使いたがるにウルフトゥースのやつつけて、ここめっちゃ段ついてるやつそれがもうかっこいいなっていうのがあって、そのわざわざ不便なやつをやっぱ使いたかったです。このクランク自体はかっこよくてすごい好きだし、だけど昔のロードバイクってそのアウターというこの外側のリングが53丁とか、大きい選手だと155丁とか、そんなの踏めないんですよ街中でそんな大きいギアを焦げないからリングをちっちゃくしたかったですね、アウターリング、でまさかのなんかこのもう訳のわかんない、これどこのですか？あ、プラクシスだ何丁46だ46。あ、このなんか神馬のデッドストックみたいなチェーンリングがあってお、すげえこれじゃんって。確かにアウター46で感じるね、なんか何かを。でインナー39っていうめちゃくちゃ差の少ないダブルが完成して、正直あんまり意味ない本当に。これに関しては変速もちろん普通に動くんですけど、あんまり本当にインナーに入った感覚がないくらいの差しかないんですけど、俺はクロスチェックは 2×10 で組みたかったし、短パン使いたかったし、なんか1バイで GRX にしようとは思わなかったです、だからまあこの組み方自体はすごい気に入ってるんですけど、マジで自己満だから調子いいこの組み合わせがおすすめですとは全く思わないですでもクロスチェックってそのいい意味で正解がマジでないから、何やっても別によくて、サブレバーついてるの、あ、そう、これもそうですよ。これもフレッシュエアに憧れてその時は多分あれは
ポールのクロスレバーがついてたと思うんですけど、うんちょっとあえてめちゃくちゃ安いやつ、どこだっけ、テクトロのやつついてたそのやつで、これやっぱ片方だけつけるというのがポイントなんですよ、あそうだね個人的には。確かに片方だけついてるのかっこいいよね。でそういうなんかもう一番自分の自転車好きのこじらせた部分をぶつけられる自転車があって、一番あーもう、そううるせえなみたいな、みんなどっちだってついてなくたっていいじゃんとか、そんななんでそんな面倒くさいことしてんだよみたいな、そのへりくつ的な自分の部分を、だいぶへりくつよこのチャリは。をきちんとかっこよくしてくれる、だから自分のその自転車承認欲求を一番満たしてくれる自転車だと思う。まあすっごくわかる、この組み方を見て非常にその感じわかるね。あとマジでちゃんとやっぱ細部見るとすげえかっこいいなと思うし、でもクロスチェック俺はこうは組まないなって思うし、同じフレームでそう思える自転車ってなかなかまあ難しい、サーリーぐらいでしかないと思うから、まあ、今日はこうやってクロスチェックの収録をしてますけど、まあ、クロスチェックに限らずストラグラーとかもそうだし、なんかやっぱサーリーって面白いなって思うよね、作ってる人たちが本当にチャリ好きでノンノ好きで、なんかこうしてやろうああしてやろうとかっていうのがすごいある人たちが作ってるバイクだから、組んでって触っててすごい楽しい自転車だから、自転車すごい好きな人とか、詳しい人とかにもやっぱすごい気に入ってもらえる自転車だなってやっぱり思いますね。なんか最近のその新製品市場主義にも一言やっぱ物申したいし、まあそうね、なんかもう新しくて新しいものが正義とは僕も思ってないんで、なんかこうやってかき集めでごちゃごちゃで組んで自分のやりたいこと全部やってめっちゃかっこいいってやっぱ思える自転車だから、あとその前回のプロジェクトの時にもちょっと話題になりましたけど、デカールもやっぱこのサーリしかもう貼らなくていいやと思って、これもそうハンドメイドの俺が好きな西海岸のビルダーとかはもうとりあえずフレーム溶接してパウダーかけてデカール貼っただけみたいな、なんかそれこそハンターとか、そういう感じをやっぱぶつけたかった自転車だなと思います。好きなところとか、好きなところはこれはやってるぜみたいな、なんかそのギア周りの話と、あといいじゃんって思ったのがステムキャプテンのボトルオープナーのヘッドキャップをライトマウントにして、そしたらめっちゃ開けやすいなっていうことに気がついたっていうここについてると意外と開けにくい。そうね、どうやって開けるのって話なんですよ。これいいじゃん、使ったことねえけどっていう、そのパサンドストーめっちゃかっこいいな。パサンドストーパサンドストーが似合うねこのチャリ、似合いますね。異常にめっちゃいいな。なんかこの付け方も好きなんですよね。クロスチェックってラックマウントがフロントのラックダボがない、それなんですよ。フェンダーダボで、僕はつけてるんですけど、この付け方も結構この付け方いいね。ちょっと切ってやって薄いスペーサーかまして、あと超細かいことだけどネジが純正のサーリのネジじゃなくてリベンデルに多分ついてるちょっとダサいダボネジに全部変わってるのがちょっと腹立つなってちょっとダサいダボネジに全部変えました。あとはもう一個あった。俺このシマノのダサい千鳥を使うって止まらんやないかい止まらんやないかい。それくらいからでもかっこよくないのをかき集めました。自転車の細かいかっこよくない部分を。かっこよくないですね。これねちょっと実写マジでちゃんと見てほしいな。俺のクロスチェックもでもこういうガラクタ集めたみたいな感じになると思うからちょっと楽しみにしてる。いや本当にクランクがね結構やべえやつゲットしたからちょっとねおマジかみたいな。そうだ、ちなみにステムもこれ昨日このニットの V5 ってやつに変えたんですけど、最初5.4 トムソン使ってたんですよ。はいはい。あれ2回ライド行ったらフェイスプレート割れたんで買いました。あるあるです。あるあるです。あるあるです。ちゃんと割れましたと。中古品だったんで僕が学生の時に買ったやつ、それこそ掘り出してきて使ったら。マジでこのチャリで新品なのこれだけなんだね。それをこのバイク組んだ時に新品で買ったのが消耗品以外で言ったら、マジステムとレバーとステムとチェーンリングしか買ってないですね。やばいね。そんな感じです。僕のプロジェクトはもう持ってたやつとかってか持ってたやつを本当かき集めてきて、すごいぜこのチャリ。やっぱこのプロジェクト組む時に新品でフルセットパーツ揃えようとやっぱ
思わなかったというか、もうこの感じ、あの頃の感じを出したかったので良い。だからただなんかだから中古のパーツをかき集めてくるっていうのもちょっと違うかなと思うんですけど、確かにね、うん、それはそうや、ちゃんと自分の使い方に合ってて、そうなんか自分が持ってたやつを使うっていうのに結構意味があるなと思ってて、サステナブル、もう一回言ってください。サステナブルなバイクかねそうですよ、もちろん後付けですけど。俺もちょっとしばらくもうクロシックバラして今ボリモンめっちゃ気に入ってるし、まあしばらくお休みでいいかなと思ってたけど、やっぱあの収録もあってこうやって上ちゃんがこうやって組んで、やっぱ今来てるもんなだいぶ、実際今日ちゃんと多分直接見たの今日初めてだから、やっぱ食らうね人のチャリ。次はあれですね、トミーさんが組んだ次はそうだねクロスチェックを今度はもう逆でやりたいね、ちょっとねお前そのパーツやばいなみたいなやつをねも食らうの待ってるんで、う持ってますんで、こういうのが楽しいですね。そうお前クロスチェックどうやって組むだからみたいな。クロスチェックはね結構大喜利ができるんですよそうそうチャリそうの中でも、はい、それが楽しい。ちょっと、例えば僕たちで言ったら他のメカニックにおおって思われたいのも若干やっぱあるじゃないですか。そうだからやっぱ俺金子さんがちょっとこれ褒めてくれたのがすごい嬉しかった。あブルーラグで一番サーリーな人じゃないですそうか、金子さんって。だから結構それが嬉しかったです。そんな感じですかね。そんな感じですか。はい。じゃあちょっと次は僕のやつを楽しみにしててください、ちょっとじゃあ本当にじゃあ次は代々木で次は代々木でトミーさんのクロスチェックを拝む会をしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。